こんにちは、まみきさんです。ここにはあんずで作った梅干しもどきがあります。去年の冬頃にこちらに住む日本人、こちらといってもスイスに住む日本人のお宅にお邪魔しまして、その時にお茶と一緒に彼女お手製のあんずでできた梅干しを出してくれたんですね。本当に梅干しなんですよ。全然あんずとは思えない梅干しの味がしてとっても美味しかったんですね。彼女は梅干しがないと生きていけないけれども、スイスには梅なんて売っていないし、梅の木も見たことがないんですよ。そんな環境で、代用品となるものがないかと調べたところ、あんずでも梅干しができるっていうことが分かったみたいなんですよ。それで作っているみたいなんですけれども、あんずだったらうちにはあんずの木がなってるから、あんずは6月の中旬から下旬に実るというか熟すんですね。で冬だったんで次の年の6月まで待って、たくさん実がなったら作ろうとワクワクしながら待っていました。でうちのあんずの木は結構なお年寄りなので、毎年たくさんなるかどうかは確かじゃなかったのでちょっと心配だったんですけれども、今年はたくさんなってくれて梅干しも作れるし、あんずジャムも作れるぐらいに大量になってくれたんですよ。で梅干しは実際干して出来上がるというかまで、3ヶ月ぐらい寝かせなきゃいけないので、まだ完璧には仕上がっていないんですけれども、作ってる段階を記録に残したのでどうぞ見てください。傷がなくて綺麗に熟している、熟しすぎてるぐらいの方がいいみたいなんですけれども、あんずを1キロ用意します。でこちらもすでに綺麗に洗っている状態のものです。1キロ分のあんずをジップロックに詰めていきます。塩はあんずの 18% を加えるので、1キロのあんずに対して 180g の塩を用意します。平らに、ジップロックの中に敷き詰めた、あんずと塩はちょっと絡まってる感じしませんが、1日に何回か上下をひっくり返してやっていきます。重しをして、2日経ったものが実はこの下にあります。塩が溶けてあんず酢が少しずつできてきている状態です。2日前から漬け込んでいるあんずの横に今日の分を並べて、ここから2週間、重しを置いて漬けていこうと思います。ちょうど2週間が経ちました。途中袋から梅酢が漏れてきていたので、この大きな保存容器に入れ替えました。で重しは、石を拾ってきてこのジッパー付きの袋の中に入れてます。重しを抜いて、もう夕方なので明日日が差していたら干してみようと思います。以前 IKEA で購入したこちらのざるらしきものに梅干しを
干していこうと思うんですけれども、まず、水分がたくさんついてると乾きにくいと思うので、先にペーパータオル、キッチンペーパーの上で少し水分を取ってから並べていこうと思います。思いのほかてんこ盛りになってしまったので、一つずつもう少し水分を取ってから干そうと思います。アプリコットなのでかなりボリューミーですね。大きな梅干しになりそうです。もともとの熟し加減によってだいぶ柔らかいものと少し硬いものがあります。庭の一番日が当たって風通しの良さそうな場所に置いて干してみました。ちょっとアリとか他の虫にたかれそうなのでまめに様子を見に来ようと思います。2時間が経ちました。アリが来てるっていうことはなさそうなので少し安心しましたが、ちょっと陰ってきたので中に入れた方がいいのかなと思っているところです。とりあえず表裏をひっくり返そうかな。2日目です。途中曇ってきたので屋根があるところまで移動させました。もうすでに両面ひっくり返して日に当ててるんですけれども、ちょっと潮が吹いてきてますね。3日目です。今日は結構空気が乾燥してて、日差しも強いので良かったです。ここ2日間午後は陰ったり雨が降ってたりしたので、今日ばかりはたくさん日に当てようと思います。で、3日目は、梅酢も日に当てて殺菌をさせるみたいです。はい、丸3日干してすでに転がっちゃった。すでに4日目に入っています。表面がしっかりと乾いたこの梅干したちを梅酢はこちらの器に移しました。でそれぞれを梅酢にくぐらせて別の容器に入れて3ヶ月ほど寝かします。ちょっと心配なので梅干しの上にラップをかけて蓋をしようと思います。ちなみにこのラップですがミグロスのナンバー10番、こちらが一番スイスでは日本のラップに近い、品質になります。スイスに住んでる皆さん本当にラップ悩みますよね。アプリコットから出た梅酢はこちらの瓶に移し替えました。梅干しのように塩分がしっかり効いているお酢なので、少し調整しながら調理に使っていこうと思います。サラダのドレッシングとかそのものに合うんじゃないかと思います。今から楽しみです。ラベンダーの下に、今年から突然シソが生えてきて、なんかバックグラウンドミュージックがありますが、隣で劇団が練習してるみたいですね。でこのシソが生えてきたのは何年か前に畑で使っていた土をこのラベンダーに少し加えたことで今年になって芽が出てきたんですよね。でこのシソを使うにはちょっと量が少ないので今年の梅干しはシソなしの昔ながらの梅干しに
しようと思いました。今の時点で2週間寝かせた状態になるんですけれども、1個食べてみようと思います。いただきます。しょっぱ。しょっぱいですね。酸っぱいよりもしょっぱいのがかってます。昔ながらの塩分がしっかり効いている梅干しっていうのを作ってるんですけれども、まだ酸っぱい感じではないんですね。3ヶ月寝かすとだいぶマイルドになるみたいなんですよ。なのでやはりまだ早いみたいです。でちょっと思ったのが、アプリコット感がまだ残ってるんですね。でおそらく赤じそを加えることで梅干しのこのイメージの味になるんじゃないかと思うので、赤じそ、あれからしばらく経ってるので少しずつ増えてってるので足していこうかなと、今から足していこうかなと思いました。一度に適量を足すには数が足りないので、増えたら加える増えたら加えるというので3ヶ月までやっていこうかなと思います。大葉ドリンクも作ってみました。今年も大葉がすごいんですよ。もう去年の種がそのまんま生えてきて、もうこんなジャングルのようになってしまいました。かなり間引きしたんですけれども、なんか去年と同じぐらいの量になってしまいました。ちなみに、日本に帰った時に種を買ってきて、ここに株とこの辺は枝豆、まだこれからですけれども、あとオクラ、そして、これはなんだっけな、モロヘイヤ。これはもうそろそろ食べ頃なんじゃないかな。今日の夜食べてみようと思います。ここはトマトです。プチトマトや、これが一番美味しいクオレディブエ、牛の心臓と言われているものすごく大きなトマトです。一番ジューシーで美味しいんです。この辺少し赤くなっているのがありますね。でまた大葉に戻りますが、さっき YouTube を見ていたら青葉ドリンクっていうのが作れるみたいなので挑戦しようと思います。青葉50枚ほど使うみたいなので適当にじゃんじゃん切っていこうと思います。枝ごと摘んできたのでハサミで葉っぱだけ切っていこうと思います。ちょっと虫食ってたり小さいのがあったりするんで適当に50枚ですね。これで20枚なのであと30枚ぐらい。結局あれからしっかり大きい50枚を選びました。で、きれいに水洗いします。やっぱり適当にやるのはやめておこうと思います。初めてなのでレシピ通り50枚の大葉を使ってやります。で、まとめてちょっとくるくる巻いてからある程度切った方がいいみたいです。500ml の沸騰したお湯の中に入れます。中火で5分煮出しします。青じそエキスは中火で12分煮詰めて
濃縮させます。12分が経ちました。重さを測ってみようと思います。225、動画では 100g になっていたので、もう少し、濃縮が必要ですね。さらに5分煮詰めました。どうでしょう。いいんじゃないでしょうか。はい、やっと 100g になったしそエキスに 400ml のお酢を加えます。私はリンゴ酢です。蜂蜜は我が家の蜂蜜です。小さじ1杯。そして炭酸水を加えます。大葉ドリンクできました。昨日後お酢が入っていた瓶に移して冷蔵庫の中で保管してました。で今回は我が家で採れた蜂蜜と、炭酸水で割って飲んでいます。お酢なんでね酸っぱいですけれども、よく日本でもあるお酢ドリンクのような味です。蜂蜜を足すことでかなりまろやかになるので飲みやすくなっています。大葉がある限りこれからも作り続けていこうかなと思っています。デトックスにもいいみたいなので、お酢はね毎日ちょっとでも飲むといいって言いますし、少し続けていこうと思っています。畑のモロヘイヤとプチトマトでサラダを作りました。梅酢を大さじ1杯弱とごま油とあとごまを少々上から振りかけました。さらにこちらのいわしふりかけ、これは静岡のお友達がプレゼントしてくれました。これを上からかけようと思います。ちなみにモロヘイヤは30秒茹でてあります。あれから2週間経っているので、結構赤じその葉っぱの数が増えて、少しずつ梅干しに加えられそうです。青かったクオレディブーエンも2週間経ったらこれだけ大きく赤く熟しました。ビニールハウスの中なので結構成長が早くて、思ってた以上に全てが大きく育っています。でこちらオクラ、そろそろみんななり始めてきてるっぽいんですけど、ちょっと探すのにあまりにもジャングル化してるので難しいですけれども、オクラがありました。まだ小さいのであと2日ぐらいですかね。2日ぐらい経てば食べられる大きさになっていると思います。2キロの梅に対しては結構まだ枚数が少ないですけれども、3ヶ月かけて少しずつ増やしてつけていこうかな。茎から葉っぱだけを取ります。で小さい葉っぱはより色がつくらしいので、ちゃんと小さいのも使います。葉っぱだけになった赤じそを水で優しく
っていきます。洗って水気を取った赤じその重量は 55g。1キロの梅に対して 250g 使うらしいのでかなり少ないですけれども、今回は 55g でやっていこうと思います。250g のしそに対して大さじ1杯の塩で塩もみをしてアク出しをしていくんですけれども、今回 55g だったので小さじ1/2、2.5ml、小さじ1/2の量の塩で塩もみをしていきます。結構根気強く2分ぐらい揉んでやっとアクが出てきました。しその量もかなり少なくなっちゃいました。これ1回アクは捨てます。2回目さらに揉むこと2分。1回アクが出るとどんどん出てきますね。もうしそはこんだけ少なくなっちゃいました。塩もみをしてアクを抜いた赤じその中にアプリコットから出たこちらの梅酢を足してほぐしていきます。もう量が半分ぐらいになってしまいました。アプリコットを同じもう一つの容器に移し替えながら、しそを加えていこうと思います。1段目敷き詰めて、少し赤じそを上にのせていこうかな。これでちょっとしその香りが加わってアプリコット感がなくなってくれるといいですね。で、色も赤い梅干しみたいな感じになってくることを期待しています。しそをのせた上からまたもう一段作っていこうと思います。2段目できました。またしそをのっけていきます。これを、繰り返していきます。というわけで無事に赤じそを加えることができました。少量なんでね、まだこれから先少しずつ加えていくことになるんですけども、すでに赤いエキスが出てるのが見えますか？3ヶ月経つ頃にはしその良い香りがした赤い梅干しへと染まっていることを期待しています。その頃また皆さんに報告するので待っててください。で、今回はこの他に大葉ドリンク作りにも挑戦したんですけれども、あれから毎日飲み続けていて、実は第2ラウンドも作っちゃいました。なんかね、何回か暑すぎて具合が悪くなるっていうことがあって、このドリンクを飲むことで体の中がすっきりして回復したのを覚えています。また夏になると、私は夕方頃になるとビールやプロセッコでシュワシュワしたくなるんですよ。その代わりに大葉ドリンクを飲んで、これがまた結構いけてね、アルコール摂取をせずに済むっていう意味でも結構気に入っています。こんなんで今回はザ・スイスの田舎のおばさん的な動画になってしまいましたが、いかがでしたでしょうか？ちょうど庭の野菜や果物がなってとても良い季節だったので動画にしてみました。たまにはこんなのもいいんじゃないかと思いました。よかったらチャンネル登録お願いいたします。そして何か感想をコメントで残してくれるととても励みになりますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。まみくさんでした。